はい、こんにちは。今年2021年最後の動画になりました。前回のガニシュカからの流れで、今回はダイバかなと思っていたんですが、年末最後の動画をダイバで締めるのもどうなんだろうと思いまして、今回は物語の規定となっているガッツとキャスカの関係について深掘りしていこうと思います。この2人の関係も相当長いですからね。それでは行ってみましょう。皆さんもご存知の通り、キャスカはそもそもグリフィスに対し崇拝に近い感情を持っていました。恋愛感情ももちろんあるのでしょうが、ガッツの100人斬りの前に語られる私はあの人の剣になりたいという言葉にもあるように、対等な存在として恋愛に発展させようという気がそもそも彼女にはなかったことが見て取れます。そのような崇拝の対象であるグリフィスがガッツのこととなると冷静な判断をできなくなるということが、グリフィスをよく見ているキャスカだからこそすぐに分かったのでしょう。グリフィスが誰にも言ったことのないお前が欲しいんだというセリフをガッツに対し放ったこと、ゾットとの戦いでグリフィスがガッツを守ろうとしたがために死にかけたことが彼女には許せませんでした。まずガッツに対しキャスカは深い嫉妬心を持って関係が始まっています。この関係性が大きく変わったのが、ガッツがキャスカを守って100人斬りを敢行し、傷だらけになりながらそれをやり遂げたことですね。児童からもらった妖精の粉をガッツに塗ってあげるシーン。ここでガッツが鷹の段を離れることを匂わせるのですが、そこからキャスカのガッツへの感情が高まっていき、ガッツ脱退の当日、グリフィスと向き合うガッツを見ながら、ガッツにいてほしいと思っている自分の感情にようやく気づくことになります。ガッツの脱退後、グリフィスは投獄され、鷹の段は名誉ある白鵬騎士団から一転、逆賊としてミッドランドから追われる立場となりました。そこにグリフィスを救うために戻ってきたガッツとキャスカはついに結ばれることになりますが、そのシーンがかなり考察しがいのある内容になっていますので見ていきましょう。まず行為中にガッツがキャスカの首を絞めてしまうシーン。ここではガッツの中で幼い頃のドノバンに侵された自分とキャスカがリンクしてしまっています。しかしなぜガッツは幼い頃の自分の首を絞めるという行為に及んだのか。これはガッツ自身の罪悪感から来ているものでしょう。ガッツは11歳にして不慮の事故で育ての親であるガンビーノを殺していますが、それでも父親に対する愛情をずっと持っています。つまり父を殺した仇は幼い頃の自分自身なんですよね。行為中のキャスカと侵された自分が重なり、それが父の仇でもあるため首を絞めたと考えられます。その後キャスカの前で泣きながら崩れ落ち、父さんとつぶやくガッツ。切ないですね。克服したつもりだった。もうとっくの昔に。どうして今頃になって。このセリフの理由も興味深いところです。以前の動画でガッツはグリフィスに対して不正を求めていると考察しました。鷹の段からの脱退は父と対等になり精神的に乗り越えて独立した大人になるための通過儀礼のようなものでしたが、その結果グリフィスは投獄されてしまった。つまりガッツにとってはまたも父に対して罪悪感を抱く結果となっています。その感情を持ちながら行為に及んだため、過去の自分をキャスカに投影し首を絞めた。克服したつもりだったトラウマは実は全く解消されてはおらず、単純に父をグリフィスに置き換えてガンビーノの時と同じような罪悪感をガッツにもたらすことになったと考えられます。人に触れられることを異常に嫌がっていたガッツでしたが、キャスカだけはどういうわけか平気でした。この理由についても考察していきます。これについては2通りの理由を考えています。一つはキャスカが剣になりたいと語っていたこと。これは多少こじつけ感があるんですが、言葉的には合っているので面白いかなと思うんですが、ガッツって剣を抱いて寝るんですよね。心理学的に父親は子供を社会に出すために母親と子供との癒着関係を断ち切る剣の役割を果たします。つま
まりケンというのはガッツにとって自分が殺してしまった父そのものと考えられます。一方キャスカはグリフィスのケンになりたいと言っていた。つまりキャスカはケンだからガッツは触れられても大丈夫だったと。これはさすがに無理やりっすね。もう一つの理由として考えられるのは、キャスカの中にあるエレーンの人格とガッツの育ての親であるシスの人格がリンクするということ。自分としてはこっちの線が合っているかと思うんですが、シスはガッツを拾う前に流産して以来、白地の状態になってしまっており、このシスとショクの後の人格崩壊したキャスカがリンクします。僕はショク以前のキャスカの中にもエレーンの人格は存在していたと考えています。夢の回廊で崩壊したキャスカの自我を象徴する壊れた人形。その中に小さなエレーンがいるわけですが、自我というものが成長の過程によって塑造されていくものと考えると、それが壊れることで内部に隠れていたエレーンの人格が表出すると見ることもできますし、両親に売られた過去を持つキャスカとは真逆の自由で何も考慮することなく人に甘えることができる、そのようなキャスカには体験することができなかったが、本当はそのように生きてみたいと望んでいた影の人格がエレーンだったとも考えられます。そのような人格を隠し持つキャスカに対してガッツは母親のイメージを無意識的に感じ取っていたのかもしれません。ショクの直前、グリフィスが見る夢、もしくはビジョンの中でガッツという名の子供を育てるキャスカとグリフィスの情景が描かれていますが、ガッツの無意識からするとまさにあのシーンそのままなのかもしれません。しかし見逃せないのが、キャスカが最終的にはガッツではなくグリフィスを選んでいるということなんですよね。少なくともショクの直前まではですが。ガッツとキャスカが結ばれた後、ガッツはキャスカを共に連れて行くと宣言するわけですが、グリフィス奪還の後、弱り切ったグリフィスのことをキャスカは捨てることができません。そしてガッツを一人行かせようとする。不幸なことにその会話はグリフィスに聞かれていて、それがショクの現場につながってしまいます。この会話の後、ガッツとキャスカ、そして弱り切って体を横たえているグリフィスのシーン。どうして終わったりなくしたりしてからいつもそうだと気がつくんだろう。いや、この漫画屈指の名シーンだと思うんですが、このセリフは三者三様に同じことを思っているという表現ではないかと思います。夢と親友以上のかけがえのないガッツを失おうとしているグリフィス。恋人と乗り越えるべき愛しいグリフィスを失うガッツ。弱ってしまった崇拝する人間を守るために恋人を失うキャスカ。そして3人ともその母体となった高野団を失うことになる。いやー、いいシーンだな。キャスカが最終的にグリフィスを選ぶことになったという事実は、ショクが直後に発生することであまり目立ってはいないんですが、これって今後の展開に大きく関わってくるんじゃないかなって思うんですよね。最新話で月下の少年がグリフィスだったことが明かされて、その現場にキャスカも遭遇していますから、今後展開があるとすればかなり早い段階で現在のグリフィスがキャスカにとって自分の子であるということも明かされると思うんですよね。それを理解した時に自分の子でもあり崇拝する憧れのグリフィスをキャスカが求めないとは限らないと思いませんか。そうなるとガッツが持っているベヘリットが実はキャスカのもので、どういう展開になるかは分かりませんが、再びグリフィスの元に行くためにキャスカが使徒になる。ガッツを生贄に。なんて超絶うつ展開を予想して不安になってしまいます。その感じではどうやってもハッピーエンドはありえないと思いますが。ということで2021年の最後にかつてのガッツとキャスカについて深掘りしていきました。しかし久しぶりに物語の基本の部分を考察していくと、表面的に見えるガッツ、キャスカ、グリフィスの感情だけでなく、因果的につながっているガンビーノやシス、さらにはドクロの騎士やゴッドハンドたちも絡まってくるんで、本当に重厚な壮大なストーリーだということを改めて痛感しますね。マジで神話ですよね、この漫画。文章だけで表現するのがかなり難しくなってきました。今後さらに個々のキャラクターを細かく考察していくので、その過程でまた世界観についての新しい発見があるかもしれません。チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。